では、みんな大好きドイツ軍飯盒の実物とレプリカの比較をやっていきましょう。ここに写っているのはレプリカと実物オリジナルですねのドイツ軍飯盒です。まずレプリカ品のクオリティ、これ両方とも同じレプリカコピー品ですね。多分中国製だと思います。買ったのはフィンランドのお店です。フィンランドのショップから購入してます。で、ここのベイルハンドルの付け根ですね、ここはすぐもう火にかけると溶けてなくなっちゃいます。とここもすぐ焦げます。全体的にボロいです。もともとこういう独特の形をした、ベイルハンドルの付け根の部分ですね、ドイツ軍飯盒は。で、見てください、ここですね。ここ最初からこうなっててですね、どうしたんですかね、これぶつけたかなんかにしたかわからないんですけども、これ怪我するようなですね不具合だったんで、これはちょっとクレームっていうかですね、こんなの届いたぞっていうのをフィンランドに送りました。あとついでにここもへこんでたんですけど、これぐらいは飯盒だし外で使うもんなんで何とも思いません。これぐらいだったらって済ますレベルです。怪我さえしなければいいんですね。でクレーム出したらまたもう1個送ってきました。なんで2つあります。でオリジナルとレプリカの比較、こっちが本物ですね、右側の方が。で左側の方がレプリカ。パッと見で違いがあるんですけど、お気づきになられるでしょうか。中子っていうかコンテナですね。中蓋ではないですね、ドイツ軍飯盒の場合。で本物はですね、ここの上蓋の、ハンドルのところに刻印があります。でコンテナのここにも同じ MM75、1975年という意味だと思うんで同じですね。で本体はこのベイルハンドルの付け根のところにやはり同じマークがあります。これ見れば、実物かどうか分かります。コピーにはないです。で同じものなんでちょっと使い込んでない方を比べてみたいと思います。分かりやすいと思うんですね。まず上蓋からなんですけど、高さも同じで、上蓋に関しては一緒かなと。大きさもレプリカなんでですね、そこを合わせてみたんですけど、はっきりした差があるわけじゃなくて、許容範囲内と。なので当然こういう置き方してもきっちりと合います。反対も同じく合います。でここですね、上蓋のハンドル部分のところ、ヒンジ、蝶番のところですね、見てください、差があります。ちょうど、真ん中ぐらいにですねヒンジがあって、こっちの方はちょっと上で、ちょっと取り付けがこれは悪いですね。さすが粗悪なレプリカの方だなと。でこの差は何なのかなと思ってたんですけど、実物でこれ自作の自分で作った蓋なんですけど、もちろん合います。このオリジナルの方に合わせて作ってるんでですね。で蓋を作った後に、気がつきました。あれってこいつ違うぞ、なんだ蓋使えねえじゃんってなって、なんか個体差っていうかですね、そういうばらつきがあるからそうなのかな、外れ引いたのかなと思ってたんですけど、残りのアルミでささっと作ったですねこのフラットな蓋なんですけど、こいつが万能すぎてですね、詳しくは蓋作りの動画見てもらうと分かると思うんですけど、何にでも合うと。オリジナルでも問題なく合うと。
で、このさっきの自作の蓋が合わなかったレプリカにも合うと。普通にこれご飯炊けるし、上でレトルト品とかも温められます。コンテナですね。コンテナもオリジナルとレプリカ、ほぼ同じですね。極端なサイズの違いっていうのはなかったんですけど、一部ありました。それがどこかというと、高さですね。コピーの方がなぜか若干低く作ってあります。オリジナルの方が若干、ただですね、誤差の範囲レベルなんで何の問題もないです。これ入れ替えてみます。これはまらないわけじゃなくてですね、ちょっと力のポジショニングが悪くて、先にこっちを入れてサクンと入って、アルミなんで、後で形修正すればすんなり入ると思います。で、上蓋をこう閉めると何の問題もなくですね、収納できて、高さの差は、ほとんど問題ありません。っていうか関係ないです。あと飯盒を扱ってるんでカチャカチャうるさい動画になってますけど、ご了承ください。しょうがないです。まだ新しい方は使ってないんでシールまでついてます。そしてこれ比べるとですね、実はレプリカの方が背が高いと。若干というかですね、結構な差があります。上蓋はほとんど一緒だったので、これ本体というかですね、ボディの方がなぜかレプリカが背が高く作ってあります。なんでちょっとバランスが悪いっていうか、かっこ悪いんですよね、見た目が。これぐらい、何ミリですかね、割とあります。と合成の比較、これアルミの強さっていうかですね、もうドイツ軍飯盒のレプリカはふにゃふにゃで有名ですね。これもう映像だと分かんないんですけども、触るともう一目瞭然です。もうこのままぐにゃって曲がりそうなぐらいポンコツなアルミでできてます。で実物はものすごくがっちりしてます。ある程度力を入れないとこうアルミでも曲げれないというか、そんな感じですね。あと実はもう一つレプリカがあります。色も違うんで違うメーカーっていうの分かると思うんですけど、これも結構な差があったりします。で見てください。上蓋のハンドルのヒンジの位置、オリジナルと全く同じですね。なので最初これ見た時に個体差があるのかなと思ったんですけど、どうも違うなと。なので蓋はですね、もちろん合います。このヒンジの余白があるんでですね、その分きっちり蓋がはまってくれます。これはいいレプリカです。で実はですね、これは、知る人ぞ知るサボッタ製なんですね。サボッタ、フィンランドの超有名なアウトドアメーカーで、軍隊とかの道具を作ってるとこですね。バックパックとか高いです。でここは2ピースって書いてあります。ご覧のようにコンテナ中子がないんですね。
なんでだろうと思って、見た目はドイツ軍飯号なのに、これもフィンランドから買ってます。まあ届いた瞬間、中国製なんだろうなと思いましたけど、作りはものすごく精巧でびっくりしました。で2つ最初のレプリカがあったんで、その不具合があった方のコンテナをこれに入れて使ってますというか、これ用にしてます。もちろん合います。オリジナルのコンテナもちゃんと入ります。一応2ピース用ってなってたんですけど、ちゃんとコンテナ入れてもきっちりと、もともとがドイツ軍飯号を元に作られているんで当然ですね。でこの実物の方と並べてみると高さも全く一緒。おそらくこの右側のタイプのやつから金型を取ったレプリカだと思います。なのでヒンジのところも同じだ。こっちが悪い方のレプリカですね。で中見てもらうと分かるんですけど、こんな風にすぐ汚れちゃいます。クエン酸使えばアルミなんでもすぐ綺麗にはなるんですけど、中華レプリカはやっぱやばいなと。上蓋の方も何度洗ってももうすぐ汚くなります。もうしょうがないです。でこれいろいろ作ってるんですけど、綺麗なもんですね。こっちも75年製造の割にはアルマイト加工なんてしてないとは思うんですけど、どうなんでしょう。してあるんですかね。でちなみにこれは東ドイツ軍の飯号ですね。上蓋の、ビスが3つ。これはもう一番使ってる割にはしょっちゅう洗ってるんで、綺麗な方ではないかと。コンテナですね。東ドイツ軍飯号のコンテナにはハンドルがついています。これ後期型かな。前期型は、ワイヤーハンドルです。で結構シチューとかいろいろ作ったりするんですけども、中はこんな感じですね。洗えば、東ドイツ軍飯号もチープで有名なんですけど、これも割とふにゃふにゃです。でこれが日本の兵式飯号って言われるやつですね。いわゆる一般的な飯号。正式名称はここに書いてあるようにロって書いてあるカタカナのロゴ飯号、昭和17年製。これは実物です。祖父が使ってたやつです。80年前なんですけど、約綺麗なもんです。これアルマイト加工されてると思います。日本のやつなんで。どうでしょう。よくわかりません。ここはおまけっていうかですね、東ドイツ軍飯号の専用の蓋も作ってるんで、コンテナや本体で上蓋にもちゃんと使えますというのを表現してます。これも上にハンドルが上蓋ついてる割にはタイトではなかったんで、ブリッジです。で実は現物っていうか実物はもう一つあってですね、高さは一緒でももうこの状態で違いが分かる方は分かると思うんですけど、で各パーツを見ていくんですけど、実物なんで、ここに HSZ ですかね。ドイツ語で見るとどういう部分のか分かんないんですけど、で1980年だと思います。
43年前ですからね。今2023年なんで。コンテナですね。同じように HSZ の84。84! 80じゃなくて84です。まあ、あるあるですね。よくニコイチでこんな感じで違うのはよくあることです。で、ここ、ベールハンドルのとこ。ここも84。なんで、こいつは上蓋だけ、別の製造年。コンテナと本体だけ、ボディだけ。で、なぜかここ85なんですね。これは間違ってると思います。で、皆さんお気づきになったかどうかわからないんですけども、ここ、8って書いてあります。で、反対側見るとですね、4って書いてある。続けて読むと84。つまりこれは84年製ということだと思います。で、ちなみにこっちの元々の方ですね、最初に紹介した方 MM75 ってちゃんと書いてあるんで、まあ、これは上蓋も本体も一緒で、反対側はもうちょっと見えなくなってました。かろうじて M ってあるのかなってわかるぐらいですね。結構ハンドルがゆるゆるでベラベラですね。で、見てください。こいつはヒンジがこの位置にあります。そうなんですね。製造年でタイプが違うやつが実はあったという。あとまあこれが元々のやつですね。救急車のサイレンの音が聞こえてますけど、これはこの動画の音です。皆さんの近所で救急車が走っているわけではないので、間違いのないようにお願いします。で、上蓋のサイズ的にはですね、一緒で、このハンドルのヒンジの位置ですね、だけが違うんだなと。あと、まあ塗装のどこまで塗ってあるかっていうのも違うんでですね、まあ、見た目がちょっと違うんですけど、これ一緒です、高さが。右の方が低く見えるんですけど、これはちょっと前後してるんで、その差で錯覚で見える、違いがあるように見えるだけです。コンテナも入れ替えても問題なく入ります。入るということは、蓋を閉めても何の問題もありません。実物とレプリカの違いというよりも、ここに来たらもう実物と実物の違いの話になっているんですけど、まあ使う分には全く関係のない話ですね。で、こっちの方ですね、最初に紹介した方は割とハンドルがタイトでですね、カチャ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 あまりしないんですね。で、こっちはこれ個体差なのかなと思ってます。でもレプリカはほぼ間違いなく全部この感じですね。カチャ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 して。なんで、まあ、気になる方はですね、プライヤーとかペンチでヒンジのところをですね、ちょっと締めればいいだけの話なのかなと思います。まあ、あとはまあよくあるやり方で、バネですね。ホームセンターに行けばいろんな種類のやつがあるんですけど、これステンレス製のやつなんですけど、ドイツ軍飯号の上蓋にはですね、こうベルトを通すパーツがついてるんで、そこに引っ掛けるとこのように、ある程度固定されます。ものすごく使いやすくはなります。ここが安定するんでですね。で、調理してるときはですね、絶対熱くなるんで、手袋なりなんなりしないと触れないんでですね、バネが熱くなっても全然問題ないです。で、ベイルハンドルですね。ドイツ軍飯号は独特の形をしてるんで、後ろに回すとこの位置で止まるんでですね、こう上蓋のハンドルもなるべく火元から離れるようには
することはできます。ただ焚き火とかだとですね、結構すすとかですね、燃えちゃったり、レプリカだとどうなんですかね、ここの塗装を剥げてる方よくいらっしゃいますけど、それは多分下がってるからだと思います。でこうすることによって火元から遠ざけることができますよという、よくあるというか、よくドイツ軍飯盒では行うカスタムですね。であとドイツ軍飯盒はこういう風にですね、まっすぐしてロックできるんですね。すごいギミックです。そうするとこのベールハンドル、ツルですねを引っ掛けたまま蓋をできると。ただですね、飯盒の上蓋の正しい使い方はこうなんですね。こうかぶせるやり方っていうのはこう収納するときだけで、あとはこういうふうにこの状態で本体の上に置くのがほぼ全ての飯盒の正しい上蓋の使い方です。丸いチェコ軍メスキットも同じですね。ちゃんと理由があります。ここ見てください。段差があります。ほぼ全ての飯盒の上蓋にはこの段差があります。ここに置くためです。で安定させるために段差があります。もちろん東ドイツ軍飯盒にもあります。ここですね。なおかつこれはちょっと改造してベールハンドルで上蓋をロックするようにしてます。その動画もあるんでお暇だったら見てください。で日本の兵式飯盒もやはりこう蓋がですね結構タイトになってるんで炊飯するにはもってこいです。ここに段差がちゃんとあります。このそら豆タイプのやつはですね、大元がドイツの飯盒を参考にしてるんで、この段差があるのは当然ですね。なんかやってるんですけど、何を思ってたのかがこの時思い出せないですね。上蓋はそういう置き方をしますよ。あとはこのレプリカベールハンドルのところが溶けたやつがですね、ベールハンドルで引っ掛けられないんで、バネを使って固定してるっていうんで、もうほぼこのもうボロボロのこのレプリカにしか使ってないですね、バネは。で外してオーブンとしてしか使わないんでですね、その道具を入れて、収納してます。ちょっと網が入ってないんですけど、どっかにあると思うんですけど、ここからは、東西ドイツ軍飯盒の料理酒ですね。これは、安いもも肉、豚もも肉で作ったチャーシューですね。ちゃんとローストするとしっとりと柔らかく美味しいチャーシューができます。これはポップコーンですね。ポップコーン、東ドイツ軍飯盒で作ってます。で上蓋でキャラメルソースを作ってキャラメルポップコーンにしてます。これ赤ワインでじっくり4時間ぐらいかかったのかな、煮込んで作った鹿肉のシチューです。冬だったんでですね、焚き火はすげえ暖かかったです。で春先しか食べられない、そら豆のご飯ですね。これ水蒸気炊飯、お米1合使ってます。東ドイツ軍飯盒でも1合で炊飯できます。
今はほぼやらない水蒸気炊飯ですね。あと合成が高いオリジナルの実物はですね、こう油もフライとかにしてもですね、全然問題なくできます。これ鹿肉のカツレツですね。赤身の柔らかいお肉です。これマッシュポテトですね。バターと塩と胡椒だけのクラシックスタイルのマッシュポテトですね。ミルクを使いません。アメリカンバーベキューでよくやるやつですね。簡単ですよ。でこれはドイツ語飯盒で水蒸気炊飯でやってる炊飯ですね。お米は1合です。でもうるち米は直火で炊飯するようにできてるんで、そっちで炊いた方が絶対美味しいです。なんで今は水蒸気炊飯はもうほとんどやってないです。この時はタイカレーですね。ココナッツミルクで作ったタイカレー。日本人は日本のカレーが一番いいっすね。あとこれはもち米ですね。もち米とスペアリブを一緒に合わせて蒸す中華料理。なんて名前でしたっけ。これもち米ですね。なんで蒸した方がいいですね。美味しいんですよね。油が出るのが難点なんですけど。これ鶏飯ですね。もうこの辺りからもう水蒸気炊飯をやめて直火でご飯は炊くようにしてますね。フラットの蓋はこういう使い方ができるんで便利でした。でこう混ぜご飯みたいな感じにした方がですね、簡単でいいなって。こっちはイカ飯ですね。これも直火炊飯ですね。絶対こっちの方が美味しいです。日本のお米は。マッケンチーズですね。マッケンチーズ、マカロニ&チーズ、アメリカンですね。これ欠点はですね、チーズ系はですね、もう掃除が大変です。まあぬるま湯を沸かしてやりゃいいだけの話なんですけど、実物とレプリカだったら実物をぜひ購入して使ってください。探せばまだあると思います。コロナ前はもうたくさんあったんですけどね、安くて、2、3000円前後で。あとレプリカを使うんであればいいレプリカをぜひお使いください。今度は東ドイツ軍飯盒とドイツ軍飯盒の比較でもしたいと思っています。おしまい。